たせいたしました。つけ麺何もつけ麺です。どうぞ。冷やしの前でよし。今どこのラーメン屋さんも美味しいから、そんなことして変わんのっていうような作業の積み重ねでしか他のラーメン屋さんとの差ができるかなっていう。圧力鍋で2時間ぐらい圧力かけて、蓋開けてから1時間半ぐらいこう攪拌する。圧力かけたらもう鶏が柔らかくなるんで、蓋開けた状態ではまだ鶏の柄の形のままなんです。このホロホロに崩れていくんで、ちょっと混ぜただけでこれぐらい崩れていくんで、1時間ぐらい経ったら剥落してくる。お肉を別で入れてるんですけど、攪拌する前にお肉だけもこっち別で出すんです。最後ミキサーかけてもう一回スープに戻す。油でこってりさせてないんで、胸肉で濃度を出すから胃もたれしないといけない。濃いけど最後まで食べれて、濃いけどあっさり。どうしても油だけで濃度出すと一口二口目はすごい美味しいけど、後からこうしんどくなってくるんで、できるだけ油では濃度は出さないように。野菜は一切入ってないんです。もうスープは鶏と水だけ。はい。タレに節とか昆布とか椎茸とかの旨味を入れてて、スープはもう完全に鶏と水だけ。これはあれ合計で言うたら4時間ぐらいですかね。4時間ぐらい。圧力だけの状態は2時間半ぐらい。まあ、最初はアク取りとかもあるんで、アク取って蓋して蓋開けて攪拌最後しての合計で4時間ちょっとぐらい。ある程度こせたらもうここまでコロコロになる。これはもう100% 自撮りで行くより、こうブロイラーの、首に身がついてるやつをうち使うんですけど、首に身がついてる柄で濃度を出すんで、自撮りだけだとここまで濃くならないんですよ、濃度が。その身付きの柄って言うんですけど、身付きの柄を入れることによって、よりこう肉々しさを出すんで、
あえてブロイラーの柄もブレンドしてるんです。それぞれ個体差があるんで、これは薄いし、薄いやつは、このクリップで挟んで家で分けてるんです。で、こいつは太いなぁと思ったら、太いのは沈ませる。これ昨日火入れしたメニュー。これは明日と明後日と水入れ替えて。こっちが浄水なんでこっちでしか溜めれない。できるだけ食材に使うやつは全部浄水にしよう。お出汁の浄水、スープの浄水。ゆで麺機のこのお湯浄水。ちょっとカルキ臭あるお湯で湯がくと、その分麺にも吸収されちゃう。まあどこのラーメン屋さんも美味しいから、そんなことして変わんのっていうような作業の積み重ねでしか他のラーメン屋さんとの差ができるかなと思ってるんで、0.1 ポイントぐらいしか変わらないけど、0.1 ポイントが10個こだわりが重なったら1ポイントになって、それが2、30個積み重なってようやく3、4点の差が他のラーメン屋さんとつくと思ってるから、できるだけそんなこと意味あんのっていうようなことを妥協せんとやるようには心がけてるんですけど、僕も人間やから心がいっぱいに妥協したくなることは多々あるんですけど、できるだけそれがないように完成形のメンバー、魚介だしと醤油と酒とみりんなんです。これ担々混ぜそばに入れるひき肉なんですけど、デザインがそういうことです。冷やし担々のスープです。夏限定の。出た。これで完成です。よし、上がります。
お待たせいたしました。つけ麺何もつけ麺です。どうぞ。冷やしの場合です。ちょっと少なめ。でもあんまり綺麗じゃないっていう感じそうですね。自分的にっていう。はい。と思います。店長から見ても。そうですか。はい。開いてるやんけとか言ってくるんです。はい。でもこの間久々にやらはったんですけど、はい失敗してましたけど、でもなんかあんまり悪いと思ってへんらしくて。飯を安心させるためにわざと失敗したい。そういうことあか。店長も失敗するんやみたいな。これ今から熟成させるんです。30分。 30分。お水袋に入れて。2種類打つんで2つに分けてるんです。えげつないこと。時間待ち。わざと。そう、ここの裾だけ、裾からって言ってここだけ黒くしてあるのがあるんだけど、ショートやとなんか変やねん。レシピがあるんで、その通りにやってもらって。水はね、全部僕が大体作ってるんで。で粉はもうあれ専用粉で、麺屋さんだ専用粉っていうのをブレンドしてもらってるんで、製粉会社さんに。それを入れて、あとは僕が作った水で打ってもらうって感じ。なんかうまいこと役割分担しながら、それでやりがいも出てくるんですね、スタッフも。できることが増えてきて、製麺とか、ね、なかなかできないじゃないですか。そういうのも経験としてできて覚えてくると、結構重要な役割じゃないですか。それができてるってなったらやる以外も出てくるし、人気作り、僕でもね、あんま自分から喋らないんですよ。スタッフが喋ってきてから喋るっていうのが多い。基本僕喋らないです。合ってるやろ。いやいやいや、可愛いかった女の子の話とか、おい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 なんかスロットの話めっちゃ振ってくる。おい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 。
振ったことないから聞かれて言うぐらい、あんまり、まあ、怒らんようにはしてますけどねスタッフ。怒る時もありますけど、怒る時はもうよっぽどなんかした時は言いますけど、あとも注意するぐらいなんで。いつもいいよっていいよいいよっていうパパにだった仏様みたいな仏様ほんまに仏みたいな神様みたいな仏様みたいやってはる。誰が俺が死んでるやん死んでる生きてるわ。そっちかそういうことか死んでるみたいなもんですよそっちやったらごめんなさい仏様に謝れ。確かに店長なんでさんちゃんはなんて呼ばれない俺呼ばれるなら大将。大将大将って呼ぶお客さんいますよねでもね大将おっちゃんとかめっちゃ大将そうなんあとマスターおっちゃんってマスターって言いますマスターっていう。大将いいな大将って呼ぶか大将あっちがアクセント違う大将言ってますよねみんな今週子ども食堂っていうのに子供に無料でラーメン作るのをお寺でするんですけど、全部で80です。醤油ラーメン。なんや明日仕込もう。あそうなのあったなんやあさってですけどできるスポンタネするから。あーかっこいいかっけえこれ絶対言ってもらえるよじゃあマジ YouTube 載せてもらえることあるごとにスポンタネって言うんですよフランス語でなんか気ままになんか作るみたいな。なんかその時の気温に合わせてさっきも言ってたけど食材と会話しながら。食材と会話しながらやることをずっと間違えてるかもしれない。それちょっと嫌いつこれやったらいいですかって言ったらスポンタネでやるから置いといてめっちゃムカつくでしょかっこいいゼロ三ちゃんかっこいい大将かっけ大将マジかっけ浸透してないよめっちゃ忙しい時に倒れるのだけはほんまにやめてください倒れそうになったことない。ないよな体育とかであるない。一回だけつけ麺ラーメンのイベントの時にうん気分悪かったことはある。そうなんあるやんめっちゃおもろいやんめっちゃおもろいラーメンイベント、ラーメンダービー。ダービーでラーメンダービーでトイレに行ったらトイレ行きたなったらあかんからもう水分一切取らんとこうと思って朝から一切水分取らんかった。それやん原因でもあんまり夏とかじゃないでしょ多分それやっぱプロやからさお客さん待たしたらあかんやんか、まあ、大手洗いとか言ってる場合じゃないでも倒れ水飲んだらあかん。かけいや倒れかけてる時点でもうプロ意識ゼロなんです失格じゃあ失格でしたいやあれ9月とか9月とかでブースで作ってるからめっちゃ暑いだろなんかそれでよう水分取らへんかったの訓練されてるからこれはだからつけ麺を売ってます。全粒粉と違うんですよ、その胚芽っていうのは。外側の皮はもう入るのは全粒粉。胚芽っていうのは胚乳部分で小麦のもう中心部分。栄養が高いと言われてるところなんです。これが胚芽なんです。これはつけ麺にだけ入ってるんですけど。募集は僕店の前に張り紙ですね。でっかい看板作ってるんで、このぐらいのもうでっかい看板、それを店の前に貼って電話かかってくるのを待つだけです。誰でもいいわけじゃない。面接で大体わかるじゃないですか。なんならもう電話の受け答えの最初の大体わかります。この人あかんなっていうのはもう大体電話でわかります。でもね、最初の受け答えができてたら、あとは作業はこっちが教えるだけなんで、もともとのコミュニケーション能力というか基本的な受け答えってもう
大人になったら治らないこともないんですけど、治りにくいからでもそういう基本的な受け答えとか挨拶とかそういうのはもう形成されて人間が出来上がってからはなかなか難しいんです。だから面接ではそういうところを見ますね。仕事できるできひんはもう僕らの教え方に次第。なんなら別にできなくても、ね、さっき言った女の子みたいに明るく元気に、ね、いらっしゃいませって言って笑顔で接客できてたらもう何の問題もないじゃないですか。少々仕事ができなくても。だからそっちの方が重視しますね。採用するか否かは。私の作った麺が一番うまいっていう豪語する子もいるんで。でもそうやって言えるのも、ね、いいことじゃないですか。そんだけ真剣に麺を売ってるってことやから。だからそういうふうに結構重要な仕事を割り振ることによってやりがいも出てくるし、今日これ私売った麺なんですっていう子も実際いるんで、どうですかみたいな。それでやりがい持ってやりがいが出たら続いてもいくし、ね、そうですね、いろいろ役割を持たせてあげることによってやる気も出てくる子もいるんで、無給にしだして、去年ぐらいから無給にしたんですけど、無給にすることによってまたなおさらこう責任感が出てくる。僕がいない日も営業してもらったりするんで。